こんばんは。今夜も一緒に眠りましょう。目を閉じてゆっくり息を吸ってそっと吐きましょう。今夜のお話は雪女です。昔、昔、武蔵の国に美濃吉という若者がいました。美濃吉は模索という年老いた彦りに弟子入りして毎朝一緒に山へ入り焚き木を割って生計を立てていました。ある冬の日のこと、山から帰る途中で突然猛烈な吹雪がやってきました。風はうなり声を上げ、雪は横殴りに吹きつけて足元が全く見えません。模索殿、このままでは危ない。そうじゃ、どこかで雨宿りをしなければ。二人は近くにあった渡し森の小屋へ逃げ込みました。小屋には炉もなく、寒さは骨まで染みましたが、吹雪をしのぐことができました。模索はやがて疲れから眠りに落ちました。美濃吉も目を閉じようとしましたが、寒くてなかなか眠れません。どのくらい時が経ったでしょうか。ふと気がつくと小屋の戸が一人でに開いて雪がさっと吹き込んできました。そして白い着物をまとった
女がスーッと入ってきたのです。その女は雪のように白い肌で、長い黒髪が暗闇の中で際立っていました。美しい、でもどこかこの世のものとは思えない美しさでした。女は眠っている模索のそばにかがみ込んで、冷たい息をふっと吹きかけました。模索の顔がみるみる白くなっていきました。次に女は美濃吉の方へ向かってきました。美濃吉は体がすくんで動けません。女はそっと美濃吉の上に身をかがめました。その顔は月のように美しく、その瞳は深い冬の夜空のように澄んでいました。女はしばらくじっと美濃吉を見つめていました。そしてやがて静かな声で言いました。お前はまだ若い。今夜のことは誰にも話してはならない。もし誰かに話したならお前もこうなる。美濃吉はこくりとうなずきました。女はそっと身を起こすと、雪の中へスーッと消えていきました。夜が明けると吹雪はすっかり収まっていました。美濃吉は模索を
揺り起こそうとしましたが、模索はもう冷たくなっていました。蓑吉は長い間小屋の前に立って白い雪の原を見つめていました。あの夜のことは誰にも話せない。きっと夢でも見たのだろう。そう思おうとしても、あの美しい白い女の顔はいつまでも心の中に残りました。それから1年が過ぎた冬のこと。蓑吉が山からの帰り道を歩いていると、前から若い女がやってきました。こんな雪の中をどちらへ行かれるのですか？女はお雪と言いました。遠い村の方向先へ向かう途中で道に迷ってしまったのだと言います。蓑吉は思わず見とれました。雪のように白い肌。深い瞳。でも、その女は確かに暖かく、息は白く立ち上り、頬はかすかに赤らんでいました。よろしければ一緒に行きましょう。道案内をします。おゆきはにっこりと微笑みました。二人は並んで雪の道を歩きました。話してみると、おゆきは気立てが
よく。声は澄んでいて、笑うと冬の空に日が差すような明るさがありました。村に着いたとき、美濃吉は尋ねました。もし行くところがなければ、うちの母に会っていきませんか。おゆきはしばらく考えてから静かにうなずきました。おゆきは美濃吉の家に泊まり、母もすっかりおゆきを気に入りました。いい娘だ。よかったらうちにいておくれ。おゆきはそれから美濃吉の家に住むようになり、やがて二人は夫婦になりました。おゆきはよく働き、優しく明るく、村の人たちにも慕われました。子供たちも生まれ、家の中はいつも暖かく、笑い声が絶えませんでした。年を重ねてもおゆきは少しも老けません。まるで雪のようにいつも白く、いつも美しいままでした。美濃吉は不思議に思いながらも何も聞きませんでした。ある冬の夜のこと、子供たちが寝静まった後、美濃吉とおゆきは炉の火に当たりながら静かな時を過ごしていました。炎が揺れ、おゆきの白い顔を柔らかく照らしています。その
顔を眺めながら、蓑吉はふと昔を思い出しました。あの冬の夜、吹雪の小屋で見た白い着物の女。お雪一つ話していいか。なんでしょう。もうずっと前のことだ。ちょうどお前に似た人を見たことがあって、蓑吉はあの夜のことを話し始めました。吹雪の夜、小屋に入ってきた白い女の子と、模索が冷たくなったこと、そして誰にも話すなと言われたこと、話し終えると、いろりの火がふっと揺れました。お雪はじっと炎を見つめたまま、しばらく黙っていました。やがてゆっくりと顔を上げると、その瞳は静かで悲しいような、でも優しい光を宿していました。やはりあなたでしたか。お雪は静かに言いました。あの夜、私は確かにあなたに言いました。誰にも話してはならないと。でも今あなたは話してしまった。蓑吉は青ざめました。お雪、お前、まさか。お雪はゆっくりと立ち上がりました。その姿はやはり美しく、
炉の火が消えていくように、どこか遠くなっていくようでした。あの夜、あなたの顔を見て、私はお前を許したくなった。若くて怖がっていて、でも正直だった。それからずっとあなたのそばにいて、子供たちもできた。私は幸せだった。お雪の声は雪が降るように静かでした。だから約束を破ってもあなたを傷つけるつもりはない。でも私はもうここにはいられない。美濃吉は立ち上がろうとしましたが、体が動きません。お雪、子供たちをよろしく頼みます。お雪は一度だけ子供たちの部屋の方を見ました。その眼差しは雪の夜の月のように静かで清らかで暖かく輝いていました。お雪はそっと息を吹きました。白い息が立ち上り、やがて雪の煙のように静かに静かに消えていきました。美濃吉が動けるようになったとき、小屋の中にはお雪の姿はありませんでした。戸を開けると、そこにはただ白い
雪の世界が広がっていました。風がそっと吹いて、雪の粒が舞い上がりました。お雪。美濃吉は長い間、雪の原を見つめていました。お雪が来た冬も、お雪と歩いた雪の道も、子供たちの笑い声も、みんな本当のことでした。それは確かでした。めでたし、めでたし。お話は終わりです。今夜も優しい夢を見てください。ゆっくり息を吐いておやすみなさい。